こんにちは。これから発表させていただくしおいと申します。よろしくお願いします。それでは早速、トイコル Define Your Own Application Protocol というタイトルでお話をさせていただきます。改めまして、しおいと申します。株式会社キャタルという会社で Web アプリケーション開発者として働いています。地域 Ruby コミュニティ、浅草 Ruby や福岡 Ruby によくいます。そうですね、実は2年前、福岡で開催された Ruby 会議2019では、当日ヘルパーとして参加していました。なので、今回の Ruby 会議テイクアウト2021にスピーカーとして登壇ができて、とても嬉しく思っております。ということで本題に入っていきたいんですが、皆さん TCP/IP プロトコルスタックのどんなところがお好きでしょうか？私は2つあるんですけれども、1つはスタックの各レイヤーはそれぞれ他のレイヤーがどんな仕事をしているのかに関わらず、自分自身の仕事を行っているところ。もう一つは同じ抽象度のレイヤー同士であれば同じプロトコルを使ってコミュニケーションが取れるところです。ということで改めてコンピューターネットワークにおけるプロトコルとは何かについて考えてみたんですが、それはネットワークノード同士がコミュニケーションを取るためのルールセットであるというふうに言えると思います。例えばワールドワイドウェブの場合、クライアントノードとサーバーノードは HTTP を使って情報をやり取りしています。この時、トランスポート層以下のレイヤーは、アプリケーション層で使われているプロトコルがどんなものであるかを知らないんですけれども、それがどんなデータであるかに関わらず、アプリケーション層が扱うデータをきちんと配送してくれます。そして繰り返しになるんですが、ネットワークノード同士はお互いに同じプロトコルを理解してさえいれば通信ができます。言い方を変えると、例えばワールドワイドウェブにおいて、クライアントとサーバー間で利用しているプロトコルが HTTP でなかったとしても、HTTP に代わってお互いが理解できるプロトコルでありさえすれば通信は可能であるということです。ということで今回 HTTP に代わってクライアントとサーバー間でコミュニケーションを取ることができる自作プロトコルを定義するためのフレームワークを作ってみました。このフレームワークにおいて定義した自作プロトコルは HTTP のラッパーのように動作し、Web アプリケーションを実行することができます。どんな感じのものか見ていきましょう。今から私が自作した DAC プロトコル、アヒルプロトコルというものを使って Web アプリケーションプログラムを実行してみたいと思います。このプロトコルでは、クライアントはアヒルの鳴き声によってサーバーにリクエストを伝えます。そうすると、サーバーはそれを理解して、アプリケーションを実行して、その結果をレスポンスとしてクライアントに返します。こんな感じです。まず、DAC プロトコルを理解するサーバーを立ち上げます。次に、クライアントから DAC プロトコルによるリクエストメッセージを送ります。そうすると、サーバーの様子はこういう感じになります。クライアントからアヒルの鳴き声を聞いたサーバーは、それを HTTP フォーマットに変換して、アプリケーションを実行してレスポンスを返しています。クライアントの様子はこういう感じになります。アヒルの鳴き声をサーバーに伝えて、その後サーバーからレスポンスを受け取っています。ということで、自作の DAC プロトコルを使って Web アプリケーションを実行することができました。なのですが、もちろん現実世界においては、このフレームワークで定義した自作プロトコルで完全に動作するサーバーやブラウザは今のところまだ存在していません。なので、このフレームワークで定義したプロトコルは実際にはおもちゃであると言えます。なので、このフレームワークの名前は、おもちゃのトイとプロトコルでトイコルと言います。そして実際のところトイコルはおもちゃのためのフレームワークではあるんですが、これを使ってみることでアプリケーション層とトランスポート層のつなぎ目がどうなっているのかであったりとか、アプリケーション層はトランスポート層の上でどういうふうに動作しているのかについて体験ができると思います。なので今日はそういうお話をしていきます。ということで今日のアジェンダです。まずはトイコルの使い方について、簡単なプロトコル定義の例を交えながらご紹介します。次にトイコルの内部実装について、最後に少し発展的なプロトコル定義についてお話しします。では最初のトピックです。これから実際に新しいプロトコルを定義して、それを動作させる様子を通じてトイコルの使い方をご紹介します。そのために今回は Ruby のようなシンタックスのリクエストメッセージで動作する Ruby-like プロトコルというものを作ってみたいと思います。プロトコルを定義するにあたって2つのアイテムが必要です。1つはプロトコルの定義を書くための設定ファイル。この設定ファイル名はプロトコルファイルという文字列から始まる必要があります。もう一つは LAC コンパチブルなアプリケーション。例えば、いわゆる config.ru ファイルなどです。トイコルジェネレートというコマンドを使うと、プロトコルファイルと config.ru のひな型を生成することができます。
まずは、プロトコルファイルにどんなことを記述するのかを見ていきましょう。これが、プロトコルファイルに実際に Ruby-like プロトコルを記述したものです。まず、最初の行と最後の行を見ていただきたいんですが、トイコルプロトコル .define というメソッドに引数としてプロトコル名とプロトコルを定義するためのブロックを渡しています。プロトコルの定義にあたって、まずは受け取ったリクエストメッセージをどういうふうにパスするかというロジックを定義する必要があります。リクエスト .pass メソッドやリクエスト .http メソッドといったメソッドのブロックの中にこういったものを記述します。その他に新しいリクエストメソッドを追加したり、ステータスコードの定義をカスタマイズすることもできます。今回の Ruby-like プロトコルでは、新しいリクエストメソッドとして raise メソッド、ステータスコードとして600を定義しています。また、うまくリクエストメッセージをパースできた場合のリクエストメソッドが get、そうでない場合は raise と定義してみました。続いて、アプリケーションの内容を config.ru に記述していきます。今回のアプリケーションはこちらです。アプリケーション内でライブラリーとしてトイコルをリクワイアする必要があります。また、トイコルプロトコル .use メソッドを使って使用するプロトコル名を指定します。今回のアプリケーションでは、get リクエストに対してステータスコード200、raise リクエストに対してステータスコード600を返すようにしてみました。最後にサーバーを起動してクライアントからリクエストメッセージを送ります。サーバーを起動するためにトイコルサーバーコマンド、リクエストを送るためにトイコルクライアントコマンドを使用します。それでは実際にリクエストを送ってみた様子をご紹介します。こういう感じになります。スラッシュポスというストリングオブジェクトに対して get メソッドを呼ぶという感じのシンタックスでリクエストメッセージを送るとステータスコード200が返ってきます。続いて get メソッドに引数の文字列スラッシュポスを渡すというちょっと関数型言語っぽいシンタックスのリクエストメッセージを送ってみます。そうすると、これは先ほどプロトコルファイルに定義したロジックでは正しくリクエストメソッドを取得することができなかったので、ステータスコード600が返ってきました。ということで、ここまででトイコルの使い方をご紹介しました。では続いて次のトピックです。ここからトイコルの内部実装について2つの側面からお話ししたいと思います。1つ目はトイコルについて、ネットワーク通信の流れがどういう風になっているのか。2つ目はトイコルがリクエストメッセージをどういう風に HTTP フォーマットへ変換しているかです。ではまずネットワーク通信の流れについてお話しします。こちらはトイコルが扱うネットワーク要素の全体像です。具体的に見ていきましょう。トイコルは RAC コンパチブルなアプリケーションを動作させます。なので、サーバーは RAC ハンドラーを使って起動します。先ほどサーバーを立ち上げるために使用したトイコルサーバーコマンドの内部では、RAC のサーバー .start メソッドを呼んでいます。これは RAC アプリケーションに対して RAC アップコマンドを実行しているのと同じです。RAC のサーバー .start メソッドは内部でトイコルの RAC ハンドラーを実行します。これがそのトイコルの RAC ハンドラーです。ここでは現在のプロセスをフォークすることによって2種類のサーバーを立ち上げています。プロキシーサーバーとバックグラウンドサーバーです。プロキシーサーバーの役割はクライアントから自作プロトコルによるリクエストメッセージを受け取って、それを HTTP フォーマットのリクエストメッセージに変換することです。これに対してバックグラウンドサーバーの役割は HTTP にのっとってアプリケーションを実行することです。バックグラウンドサーバーとして実行環境に Puma がインストールされている場合は Puma を利用します。そうでない場合はトイコル自身にビルトインされている簡易的なサーバープログラムを利用します。ではなぜプロキシーサーバーとバックグラウンドサーバーそれぞれ使用する必要があるのかなんですけれども、これはリクエストメッセージの変換処理とアプリケーションの実行処理を分離するためです。例えば、シナトラや Rails で構築されたアプリケーションはデフォルトで Puma を使うと思うんですが、Puma 自身の実装には手を入れずにメッセージの変換を行うためにこういった設計にしてみました。ということで、ここまでで2種類のサーバーの立ち上げが完了しました。次にこの状態でクライアントがリクエストメッセージを送ると、プロキシーサーバーがそれを受け取ります。プロキシーサーバーは受け取ったメッセージをプロトコル定義に従って HTTP フォーマットに変換します。そのための処理はプロキシーサーバープログラムの中に記述されています。まず、サーバーループの中で接続ソケットがクライアントからのメッセージを受け取ります。そして、このメッセージをプロトコル定義にのっとって HTTP フォーマットのリクエストメッセージに変換します。このあたりの処理は後でもう少し詳しく見ていきます。
次に、プロキシーサーバーは HTTP フォーマットのリクエストメッセージをバックグラウンドサーバーへ送ります。そうすると、バックグラウンドサーバーがアプリケーションを実行し、その結果をレスポンスとしてプロキシーサーバーへ送ります。そしてプロキシーサーバーがこれを受け取ります。先ほど見たサーバーループの中に、バックグラウンドサーバーへメッセージを送るためのメソッド呼び出しが記述されています。この処理を詳しく見ていきます。こちらがバックグラウンドサーバーへリクエストメッセージを送り、バックグラウンドサーバーからレスポンスメッセージを受け取るための処理です。まず、Unix ドメインソケットを利用して、プロキシーサーバーからバックグラウンドサーバーへ接続します。そうして、接続したバックグラウンドサーバーに対してリクエストメッセージを送ります。そうすると、バックグラウンドサーバー側でアプリケーションが実行されます。あとはバックグラウンドサーバーから送られてくるレスポンスメッセージを受け取ります。最後に、プロキシーサーバーはバックグラウンドサーバーから受け取ったレスポンスメッセージをクライアントへ送ります。先ほどのバックグラウンドサーバーへリクエストメッセージを送るという一連の処理の最後に該当の処理が記述されています。ここでレスポンスメッセージをクライアントへ送っています。ということで、ここまででトイコロによるネットワーク通信の流れをご紹介しました。続いて、自作のプロトコルによるリクエストメッセージをどういうふうにして HTTP フォーマットのリクエストメッセージへ変換しているのかについて見ていきましょう。こちらはプロトコルを定義してリクエストメッセージを変換するまでにトイコルが扱う要素の全体像です。これを詳しく見ていきたいと思います。ここでもプログラムの起点になっているのはトイコルサーバーコマンドです。先ほど、ラックのサーバー .start メソッドは内部でトイコルのラックハンドラーを実行しているとお話ししたんですが、実はトイコルのこのラックハンドラーが実行される前に、ラックはアプリケーションファイルのロードを行っています。なので、プログラムが開始すると、サーバーを起動するよりも前にアプリケーションファイルがロードされます。そして、アプリケーションファイルの中では、先ほど見たようにライブラリとしてトイコルがリクワイアされています。トイコルがリクワイアされると、トイコルジェムの中にあるトイコル .rb という名前のファイルが読み込まれます。このファイルの中で、アプリケーションと同じディレクトリの中にあるプロトコルファイルという名前がついたファイルのロードを行っています。プロトコルファイルは先ほどお話ししたように、プロトコル定義を記述するための設定ファイルです。ということで、プログラムが開始した後、一番最初に読み込まれるのは設定ファイルであるプロトコルファイルということになります。ここで先ほどの Ruby-like プロトコルのプロトコルファイルを例に見ていきたいんですが、プロトコルファイルの中では最初の行でトイコルプロトコル .define というメソッドが呼ばれています。このメソッドにはプロトコルを記述するためのブロックが渡されています。このブロックの中に記述されたコードはトイコルの中にあるプロトコルクラスに保存されます。プロトコルクラスの define メソッドはこういう風になっています。ここでは@definements というインスタンス変数にハッシュオブジェクトを代入します。キーはプロトコル名、値は define メソッドに渡されたブロックそのもの、つまりプロトコルを定義しているコードそのものです。さらに、プロトコル .define のブロックの中には個別のプロトコル定義も記述されています。こちらもプロトコルクラスのそれぞれ適切な変数の中に保存されます。例えば、プロトコルクラスにはリクエストというメソッドがあるんですが、これはプロトコルクラスのインスタンス変数@request に無名クラスを代入するためのものです。この無名クラスはリクエストをパースするための各ロジックを無名クラス自身のインスタンス変数に保存する役割を持ちます。この無名クラスが持っているインスタンス変数@pass や@http メソッドなどはそれぞれリクエストメッセージをパースしてリクエストパスや http メソッドを取得するためのロジックをブロックとして保存します。こういった変数の各値をブロックとしてコールすると保存されたロジックを取り出すことができます。プロトコルクラスはこれらを任意のタイミングで呼び出すことができるインターフェースを持っています。例えば、プロトコルクラスに実装されているリクエストパスメソッドは、リクエストメッセージとリクエストメッセージをパースするロジックを組み合わせてリクエストパスを取得するというメソッドです。このメソッドはプロキシーサーバープログラムの中で呼ばれています。具体的には HTTP フォーマットのリクエストメッセージを組み立てる用途で使われています。さて、プロトコルの定義が読み込まれた後、アプリケーションはどのプロトコルを使用するかを選択します。アプリケーションファイルの中でトイコルプロトコル .use メソッドを使って使用したいプロトコルを指定すると、指定したプロトコル名がプロトコルクラスのインスタンス変数@protocol_name に保存されます。最後に定義したプロトコルを適用してリクエストメッセージを変換します。これは先ほどご紹介したプロキシーサーバープログラムなんですが、
ここでプロトコルクラスの LAN メソッドを呼ぶと、リクエストメッセージに対してプロトコルの適用が行われます。具体的な実装としては、LAN メソッドはこういう感じになってるんですが、まず、インスタンス変数の@definements のハッシュから、インスタンス変数 @protocol_name をキーとして、プロトコル定義のブロックを取り出します。あとはこのブロックをインスタンスエグゼックに渡すことによって、このプロトコルを適用しています。この時、インスタンスエグゼックの引数に渡されているリクエストメッセージが実際に変換される対象ということになります。そして最後に、プロキシーサーバープログラムの中で、assign passed attributes というメソッドと、build HTTP リクエストメッセージというメソッドを実行することによって、HTTP フォーマットのリクエストメッセージを組み立てます。assign passed attributes メソッドは、プロトコルクラスから HTTP フォーマットのリクエストメッセージを組み立てるために必要な要素を取り出して、各インスタンス変数に代入するためのものです。Build HTTP リクエストメッセージは、先ほどのインスタンス変数たちを組み合わせることによって、実際に HTTP フォーマットのリクエストメッセージを組み立てていきます。で、最終的にはこういう感じのリクエストメッセージが返ってきます。ということで、トイコルによって独自のプロトコルによるリクエストメッセージを HTTP フォーマットへ変換するまでの流れをご紹介しました。それでは最後のトピックです。もう少し発展的なプロトコル定義ができないかについて考えてみたいと思います。先ほど定義した Ruby-like プロトコルを思い出していただきたいんですが、このプロトコルでは Ruby のようなシンタックスの文字列をリクエストメッセージとして受け取ると、それが HTTP フォーマットのリクエストメッセージに変換されるというものでした。例えば Ruby-like プロトコルで/post.get という文字列をリクエストとして受け取った場合、この文字列をパースして、リクエストパスとして/post という文字列、リクエストメソッドとして大文字で get という文字列を取得して、こういったものをプロトコルクラスに保存することができました。そして今回考えてみたいのは、先ほどのリクエストメッセージを文字列ではなくって、実際の Ruby スクリプトとして実行できるプロトコルです。例えば、/post というストリングオブジェクトへ get というメソッドを呼び出す Ruby スクリプトをリクエストとして受け取って、それを実際に実行できるようなものを考えてみたいと思います。ということで、Ruby プロトコルというものを考えてみました。このプロトコルによるプロトコルファイルはこちらです。まず、ストリングクラスに get という名前のインスタンスメソッドを追加します。このメソッドは、このメソッド自身のレシーバーとなる文字列をリクエストパス。大文字の get という文字列をリクエストメソッドとしてプロトコルクラスに保存します。そして、インスタンスイーバルを使って、実際に送信されてきたリクエストメッセージ、/post.get をスクリプトとして実行しようとしています。が、皆さんお気づきかと思うんですが、このプロトコル定義にはインジェクション脆弱性があります。例えば、ホストマシンに対して RMRF を実行するような危険なスクリプトが送られてきた場合に、それを事前に予防する方法がありません。そして残念ながら、クライアントがどんなメッセージを送ってくるのか、サーバー側では制御することができません。なので、トイコルはサーバーとアプリケーションの安全のため、プロトコルファイル内で先ほどのような脆弱性を含む定義を禁止しています。先ほど触れてなかったんですけれども、プロトコルの適用を行うプロトコル .run メソッドは Safe Execution というメソッドのブロックの中で実行されています。このメソッドはユーザーがプロトコルファイル内で脆弱性を含む定義を行っていないことを保証するヘルパーメソッドです。Safe Execution メソッドの実装はこちらです。このメソッド内でトレースポイントを使ってインジェクション脆弱性を引き起こす可能性がある危険なメソッドが実行されていないかどうかを検出します。対象となるのは、メソッド名に eval や exec が含まれているメソッド、外部コマンドを実行するようなメソッド、外部からファイルをロードするようなメソッドです。そしてこれ以外にちょっと思いつかなかったんですが、もし他に対象とするべきものがあればぜひ教えてください。ということで、インスタンス eval を使う方法ではうまくいかなかったので、もっと安全な方法で Ruby スクリプトを実行するプロトコル定義を考えたいと思います。例えば、こういうのはどうでしょう。先ほどと同じ/post というストリングオブジェクトへ get というメソッドを呼び出す Ruby スクリプトをリクエストとして受け取ると仮定して、Safe Ruby プロトコルというものを考えてみました。このプロトコルによるプロトコルファイルはこちらです。まず、リクエストメッセージをパースする正規表現を定義します。この正規表現を使って、リクエストメッセージから/post という文字列と get という文字列を取得します。取得した/post という文字列をリクエストパスとしてプロトコルクラスへ保存します。
そうすると、プロトコルクラスが提供しているリクエストパスメソッドを呼ぶことで、スラッシュポストという文字列を取り出すことができるようになります。ここでストリングクラスに get インスタンスメソッドを追加します。このメソッドはプロトコルクラスにリクエストメソッドとして大文字の get という文字列を保存するためのものです。そうすると、先ほどのスラッシュポストというストリングオブジェクトに対して get インスタンスメソッドが呼べるようになりました。この行を実行することによって、リクエストメッセージのスラッシュポスト .get を実行したのと同じ結果が得られます。このように、受け取ったリクエストメッセージを一旦パースしてから実行することによって、安全に Ruby スクリプトとして実行できるようになりました。ということで、早速 SafeRuby プロトコルを試してみましょう。今回動作させるアプリケーションを記述した config.ru はこちらです。サーバーを起動して、クライアントからスラッシュポスト .get を送ってみます。そうすると、無事にアプリケーションの実行に成功しました。せっかくなので、他の方法で構築したアプリケーションでも、この SafeRuby プロトコルを試してみたいと思います。例えば、シナトラで構築したアプリケーションだとどうなるでしょう。こちらがそのシナトラアプリケーションです。今回はモジュラーモードで構築してみました。サーバーを起動して、クライアントからスラッシュポスト .get を送ってみます。そうすると、再びアプリケーションの実行に成功しました。最後に Rails アプリケーションでも試してみたいと思います。これは新しく作った Rails アプリケーションのルート直下に置いてある config.ru です。このアプリケーションでは事前にスキャフォールドを実行済みです。サーバーを起動してクライアントからスラッシュポスト .get を送ってみます。そうすると、三度実行に成功しました。ちょっと文字が小さいんですが、たくさんのレスポンスヘッダーと一緒にステータスコード200が返ってきています。そしてレスポンスボディも無事に表示することができました。ということで、いろいろな方法で構築した Web アプリケーションをそれぞれ SafeRuby プロトコルで実行してみました。トイコルのリポジトリでは他にもクエリパラメータを扱った例やリクエストメソッドとしてポストを扱った例もご紹介しています。もしよろしければお楽しみください。ということで、トイコル Define Your Own Application Protocol というタイトルでお話をさせていただきました。今回の登壇にあたって力を貸してくださった方々に感謝をしつつ、ご清聴ありがとうございました。